はい、いらっしゃいませ。実質です。今回細かすぎて伝わらないかもしれないすごい演奏シリーズほらね、白紙コスプレのトンネルズさんとかをご存知ですか？イメージしていただいてもいいかなって感じですけどね。実は自分も長らくその良さに気がついていなかったんですわ。ごめんなさい。いやね、随分聞いてたんですよ。イヤホンとかね、自宅通勤途中イヤホンで聞いてたし、自宅でも結構部屋に流してたし、本当に結構聞いてたやつだったんですけど、しかしね、その本当の意味に気がつかなかったですね。なんでかって。まあね、しかもね、今回のネタクラシックじゃないんですよ。ゲームなんですよ。いや、ゲームを知らない人に対してもなるべく分かりやすく語ろうと思いますので、最後までお付き合いいただけると非常に嬉しいです。では参りましょう。私ですね、今でこそ割とまったり生活していますが、一頃は仕事で忙しくて他のことなんて無理って時もね、なくはなかったわけですよ。だからね、有名なファイナルファンタジーもね、ずっとやってなかったんです。でもね、ある年って言っても本当にねもう20年以上前ですけど、ビデオをね仮にTSUTAYAに行くと、そういう時代です。店内にモニターがあってね、めっちゃ印象的なシーンがねいつも流れてたんですよ。その頃なんか不思議なねアートみたいな、それがね FF10 の異界のシーンだったんですね。死後の世界のシーンだったんです。でね、そんなわけで当時ファイナルファンタジーの10番の新作が大きな話題になっているのは僕も知っていました。でも、ちょっと忙しくてできなかったんですけど、実はその翌年の夏に仕事を辞めましてね失業保険の手続きを取りまして、とりあえず1ヶ月くらいは自分の好きなことやらせてもらいますわってことで、それでねやったわけですよ。ファイナルファンタジー10番をね。でね、僕にとってほとんど初めてのファイナルファンタジーがこれだったんですよ。昔ね、ごく初期に1とか2とか少しやった記憶もあるけど、でもなんかあまり相性がいい感じではなくて、途中で投げ出した記憶があるぐらい、本当にこの10番ってやつがね初めての FF 体験だったんですよ。しかもね、あえて攻略情報とか事前知識持たないでふっと買ったんです。ふっとねもうね、カレーの作り置きをして、ご飯も炊いてカーテンを閉じて、もう外に出るのはね、日にちょっと1回スーパーとかコンビニに行くだけみたいなね。もうね、ここはちょっともうせっかく仕事を辞めたんだし、ここにハマってみるぞっていう体制を整えてハマったんですけどもうね、文字通りに完全にドハマりしましたね。もうその世界観がすごすぎました。でね、そんな生活もう1週間ぐらい、ちょうど1週間経ったなって思い返した時のことをよく覚えてるんですけどね、もうファイナルファンタジーの中の世界の方が自分が生きてるこっち側よりも僕にとってね本当の世界なんですよ、すでにもうちょっとね病気みたいですけどね、もう真面目にその域に行ってたんです。でね、その映像が美しかったしね、単にこのゲームにはまるっていう意味じゃなくて、その世界観がねもう迫ってくるわけですよ。例えばこのちょっと陰鬱なね地味なオープニングから、孤独な世界のオープニングからいきなりねビサイドっていうこの海の街に放り投げられた時のね、わっと広がる、もう光に満ちた学園のような開放感ねで、海で泳ぐのシーンとかがね、もう来た、ここに解放された
とかね、あと旅の途中でちょっとだいぶ旅も長くなってきて疲れてきたところにね、すごい神秘的な原稿画とかって出てきてね、美しさもすごかったで、ね、なんかちょっともう本当にね手を止めてね見入っちゃいましたよね。でね、その情景の美しさもともかくですよ、キャラも素晴らしくてね、それまで時代的な意味でもそれまでのゲームっていうとちょっと子供向けのなんかね人物みたいなのが多かったんですけど、ここに来てねヒロインのユーナっていう女性の仕草とか表情とかねしっかりモーションで作り込んであってね、やられましたね。でね、そのユーナっていう主人公、和風の主人公がいらっしゃるんですけど、あるところでねちょっと印象的なことをやるんですよ。どこだかと思います？有名なのはね夜の湖のねラブシーンだったりしますけど、今回ちょっと僕が言いたいのはそこじゃなくて、あとね異界送りのダンスとかね、なんか悲しくて美しくて神秘的なシーンとかっていうのはあれも印象的ですけど、でもそうでもないんですよ。でね、個人的にこうなぜか重く突き刺さったのはね、実は凪平原っていうところがありましてね、後半後半の入り口みたいなところ、そこでいろいろあって武器を育て強くして、でいよいよもうそこを去るっていう時にユーナがね一人でね頭を下げるんですよ。その自分がいろいろ通ってきた平原、いろいろじゃないな、その自分が通ってきた凪平原に向かってね黙って頭を下げるんですよ。そう意味はあるんです。ユーナ個人にとってね二度と来ることがないかもしれないっていう土地だからお別れをしているっていうね、そういう意味での演出だし、その説明もあるんですけど、なんかねそれがねそれだけではないような気が僕はしましたね。でね、すごく話が大きくなっちゃうんですけど、実は後にスクエア、この FF を作った会社がドラクエのエニックスと合併してスクエニっていう会社になります。今はもうスクエニっていう名前で定着しているけど、昔は別のスクエアっていう会社だったんですよ。だからもうスクエアとしてゲームを作るのはもうこれで最後という意味で一つ一つの条件にお別れをしていったっていう意味、もう一声深く僕は感じるんですけどね、このファイナルファンタジーの10番においてこの凪平原を去るっていうことが一つの大きな分岐点というか、ここから先はねいよいよバトルが難しくなってバトルのゲームになっていくんです。でその前まではねいろんなストーリーで感動できるゲームだったんですね。ストーリーがしっかり作ってあって、でここのストーリーがいろいろあったファイナルファンタジーの楽しさはこの凪平原でおしまい、あとはもうバトル一直線という展開のところでね、頭を下げたユーナっていうのはなんか心に染みましたな。でね、実は僕の感じることっていうのは実はもっと大きくて、ゲーム自体がねロールプレイングゲーム自体がこの辺りを境になんかねストーリーで感動できるゲームっていうのがなくなっちゃったかなって。なんかこう映像は綺麗ですよ、バトルは面白いですよとかそんな評価はされるんだけど、ストーリーに感動したっていう評価はねもうなくなっていきますよね。っていうかすいません、僕は例えばゼルダとかやってないしゲーム全体のことを言える立場ではないんだけど、僕の感覚的には凪平原でユーナが頭を下げたところがいろんなものの終わりだったんだなって感じがしてる。ごめんなさい
まあね、だからそういう風に広く現実とミックスして捉えられるくらい FF10 番は突出した名作だったということで言いたいわけですよ。長く語って申し訳ない。好きなことですからね。でね、その音楽なんですが、作曲を担当されたのは植松さんですね。で、植松さんね、この FF10 の仕事ではもう命の危険を感じるほど衰弱しちゃったらしいと聞いてました。で、それを聞いてたから、なんかね、病的で弱々しい人っていう印象を勝手に持ってたんですけど、実際にお会いしたっていうか、あるクラシックのイベントで植松さんが司会としてねステージに立ってらっしゃる姿を拝見したらね、めっちゃ元気そうなおじさんでびっくりしました。もうこうハレーに乗ってデカバイクに乗ってキャンプに行ってステーキ焼いてるおじさんみたいなね健康ぶりでね、やっぱあの人が衰弱したっていうのは本当にすごい仕事だったんだなってね思いましたね、改めて。植松さんっていうのは最初から FF と共に育ってきたような作曲の方で、昔はファミコンの電子音3つで音楽を作っていかなきゃなかったらしいです。自分もね今ギターで少しこの FF10 の曲から弾かせてもらってますけど、本当にすごい音楽でございます。で、その FF10 のピアノアルバムっていうのがございましてね、ピアノコレクションズっていうのがあって、これが演奏は植松さんじゃなくてピアニストの黒田亜希さんという方でね、この黒田さんのことは自分は全く存じ上げなかったんですけど、改めて調べてみるとね、なかなかいわばね矢野顕子天才や何の明子系みたいな天才のピアニストみたいピアノのテクニックもさることながらですね、ピアノの表現っていうのをすごく表現をどう広げるかっていうことの専門家っていうことみたいだから、もちろんね原曲の意図をがっちり把握して、もう黒田亜希さん本人もおそらくこのゲームを複数回クリアするくらいやり込んでですね、まるで作曲者本人のような演奏をね彼に転換していらっしゃるわけですね。でね、でもね逆に言えばですよ、これってクラシックの名曲でも気合いこもったジャズでもなくゲーム音楽なんですよね。だからゲームをやってゲームで耳慣れた音楽を聴く、でそれを上手い人がピアニストが再現しているっていうね、それだけとも言えなくもないです。でね、そういう意味でね割と自分は長らくねだらっと聴いてたんですよ。FF10 好きだし、音楽もなんか慣れてるんで、そういうのが普段からかかるのはいいなって感じ、その程度の認識だったし、多分世の中の 99% の人がそんな感じじゃないかなと思うんですけどね。でもね実はこの春ですよ、iPhone をねプリアンプにつなぐという今までやっていなかったことに今更ですが気がつきましてですね、っていうのはうちのパソコンにつないであるフォーカルのフェンダーフォーカルのスピーカーは全然悪くないんで、それで聞いてればいいじゃんかっていう感じで、普段はずっとやってるわけですよ。でたまたまねちょっとね、これをロジャースで鳴らしたらどうなるだろうと思ってちょっとやってみたらですねいやー愕然としましたね。ちゃんとしたプリアンプとパワーアンプを通してロジャースのスピーカーでこの黒田さんのピアノアルバムを見たらねもう申し訳ないけど愕然としましたよ。こんな素晴らしいものね、なんで気がつかなかったんだって。例えてみれば最高に美味しいマグロの刺身でもいろいろあるんですよ美味しいやつ本当美味しいんですよ。それをねスーパーで売ってる普通の醤油にベタベタって漬け込んで食べてたみたいなね反省ですよね。なんかねど
どう説明したらいいか分かんないし、これは多分ネットで YouTube では聞いてもらっても違いが分からないし、そもそもね、このファイナルファンタジーの曲は著作権があるので、うちのチャンネルでは流せないやつなので、それはもう言葉で説明した後、皆さんに想像していただくしかないんですけど、なんだろう、音の粒が違うっつうのかな。他のゲームだとチャンチャカチャンチャカって始まるところが FF10 っていうのは本当に切なげに弱しく、でもですよ、心の中には自分の死も恐れないほどの決意があるわけですね。そのね、弱々しさと強さのこうミックスした美しいこれがね、いきなり心に突き刺さってくるんすよ。いやー、ちなみにこのね、ロジャースのスピーカー LS-A5A っていうのかな、1980年代のスピーカーですけどね、未だにヤフオクで20万以上、品質保証即決で買うっつったら30万以上っていうやつですな。すごいちっこいけどね、音の能率が悪くて、ちゃんとしたアンプをつかないといい音は出ないやつなんだけど、ある程度のアンプで鳴らした時はね、やっぱすごいっすすごかった。皆さんこれ20年以上前のゲームだけどね、そういう心を全力で揺さぶられる圧倒的に素晴らしいゲームがあるってこと、そしてその音楽にはなかなか知ることのできないほど奥深い可能性があるってことをね、知っておいていただけたらと思う次第です。今回最後にリンク紹介させていただく動画は、ある一人のゲーム音楽ファンの方のチャンネルで公開されていた動画です。で、これピアノアルバム全曲1時間を超える動画でありながら、楽譜も別に出版されてましてね、その楽譜をね、演奏に合わせて丁寧にこうリンクするように作り込まれているとんでもない力作なんですけど、音はね、どうでしょうね、悪くないけど、僕が今回びっくりしたほどの音は多分この YouTube では伝わらないんじゃないかなと思います。やっぱりただのゲーム音楽じゃねってほとんどの人は感じてしまうかもしれません。でもね、いつか本物のオーディオで音楽を聴く機会があったら、この FF10 にすごいピアノ演奏のアルバムがあったこと思い出してください。では。